別用語が出てきますが、差別問題を言及、解説、考察するために使用され、差別を助長させる意図はありません。どうしたの、マリサ。何も言わず、目次を見てくれ。ああ、繊細なところだね。まず最初に言っておくが、ちびくろさんぼの作者ヘレン・バンナーマンに差別の意図はない。彼女は子供たちのために絵本を作成したんだ。子供たちにわざわざ差別を植え付けようなんて考えちゃいないだろう。まあそんなことしないよね。さて、そんな子供たちのために作った絵本が、イギリスやアメリカ、日本で人種差別問題に発展してしまった。その本をこれから紹介するぜ。オッケー。昔々、あるところに体操可愛らしい黒い男の子がいた。名前はちびくろさんぼ。母の名前は黒マンボ。父の名前は黒ジャンボと言った。そして黒マンボは、ちびくろさんぼに美しい小さな赤い上着と、同じく美しい小さなズボンを作ってあげた。また、黒ジャンボはバザーに行って美しい緑の傘と真紅の靴底と裏張りの愛らしい小さな紫の靴を買ってあげた。すると、ちびくろさんぼが立派に見えるだろう？さて、ちびくろさんぼが全てを着てジャングルに出かけた。ずんずんと奥まで行くと、虎に出くわした。虎は彼に、ちびくろさんぼ、お前を食べてやる。と言い、ちびくろさんぼはこう言った。おい、お願い虎さん、僕を食べないで、その代わりに僕の、美しく小さな赤い上着をあげるから。ならよい。お前を食べないでやる。さあ、お前のその美しい赤い上着を俺に渡しな。虎はかわいそうなちびくろさんぼの赤い上着を着て、向こうへ行ってしまった。今、俺はジャングルで一番だ。そしてちびくろさんぼはさらに奥へ行くと、また別の虎と出くわした。虎は言った。ちびくろさんぼ、お前を食べてやる。するとちびくろさんぼは言った。おい、お願い虎さん。僕を食べないで、その代わり僕の美しい小さなズボンをあげるから。ならよい。今回はお前を食べないでやる。さあ、お前の美しい小さな青いズボンを渡すんだ。虎はかわいそうなちびくろさんぼの青いズボンを履いて、向こうへ行ってしまった。今、俺はジャングルで一番だ。ちびくろさんぼはさらに奥へ行くと、また別の虎と出くわしてしまった。虎は言った。ちびくろさんぼ、お前を食ってやる。おーい、お願い虎さん。僕を食べないで、その代わりに僕の真紅の靴底と裏打ちの、美しく小さな紫の靴をあげるから。しかし虎は言った。お前の靴は俺にとって何の役に立つ？俺の足は4つ、お前の足は2つだ。俺の足には足りないな。けれど、ちびくろさんぼは言った。虎さんの耳につけてみてはどうでしょう。ああ、そうか。そう言って虎は続けた。それはいい考えだ。さあ俺に渡せ。そうすれば今回は食べないでおいてやる。そして虎はかわいそうなちびくろさんぼの真紅の靴底で紫の靴を耳につけて、向こうへ行ってしまった。今、俺はジャングルで一番だ。そしてさらにちびくろさんぼは奥へ行くと、また別の虎と出くわした。虎は言った。ちびくろさんぼ、お前を食べてやる。おーい、お願い虎さん、僕を食べないで。その代わりに僕の綺麗な緑の傘をあげるから。俺が、どうやって傘を差すんだ？足全部使って歩いているんだが。尻尾に結び目を作って、それで刺したらどうでしょう。ああ、そうだな。そう言って虎は続けた。さあ、傘を俺に渡すんだ。そうすれば今回はお前を食べないでやる。そして虎はかわいそうなちびくろさんぼの美しい緑の傘を尻尾に刺して、向こうへ行ってしまった。今、俺はジャングルで一番だ。かわいそうなちびくろさんぼは泣きながら歩いていった。なぜならひどい虎たちに全て取られてしまったからだ。その時、彼はグルルルルという恐ろしい音を聞いた。そしてその音は徐々に大きくなっていった。おい、やばい、あの虎たちが僕を食べに戻ってきたぞ。どうしよう。ちびくろさんぼは急いでヤシの木の陰に隠れると、周りをこっそりと見渡した。すると彼は虎たちが喧嘩しているのを見つけた。どうやら誰がジャングルで一番かで言い争っていたのだ。そしてついに怒発点をつき、上着も傘も何もかも放り投げて爪で引っかいたり、立派な大きな歯で噛みついたりし始めた。そしてもみくちゃになりながらちびくろさんぼの方へ転がってきたが、すぐに傘の後ろに隠れた。その間に虎たちは尻尾をつかみ合い、木の周りをぐるぐると回り始めてしまった。ちびくろさんぼは、虎たちが小さく見えるまで遠くへ逃げると、大きな声で叫んだ。おい、虎なんでこんな上等な服を脱ぎ捨てちゃったんだい？全部いらないの？しかし虎たちはうなってばかりいた。欲しいなら言ってくれないと。
僕が持って行っちゃうよ。しかし虎たちは互いの尻尾をくわえたまま、ぐるるるる、とうなるだけだった。なので、ちびくろさんぼは上着やズボンなど全てを持って歩いていった。ますます虎たちは怒り心頭で、互いの尻尾をくわえながらぐる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 、とてつもない速さで回り出し、虎たちの足はついに見えなくなってしまった。それでも早く走り続け、いつしかみんな溶けてしまった。そして木の周りには溶けたバターの溜まりが出来上がった。すると黒ジャンボが、大きな真鍮の壺を抱えて仕事から帰ってきた。そしてさっきまで虎だった溜まりを見て。おお、なんと美味しそうな溶かしバターか。持って帰って黒マンボに料理してもらおう。彼は立派で大きな真鍮の壺に詰めると、黒マンボに料理してもらうために持って帰った。溶けたバターを見た黒マンボは喜ばずにはいられなかった。夕飯にはパンケーキを作りましょう。すると黒マンボは小麦粉と卵、牛乳、砂糖、溶けたバターを使って、それは大きなお皿いっぱいの大きなパンケーキを作った。虎のバターで焼くと、焼き目が小さい子虎のように黄色と茶色をしていた。ご飯の準備を終えると、皆席に座って食べ始めた。黒マンボは27枚、黒ジャンボは55枚平らげた。ちび黒ジャンボは169枚も食べた。なぜって、お腹空いていたんだ。めでたしめでたし。これが、ちびくろさんぼ、だぜ。イギリス版で本当は紹介したかったが。どうしたの？たっか。1万ドルってなんだぜ。とまあ、原本を手に入れようとすると大変だが、パブリックドメインなんでオンラインで読めるんだ。なんだ？内容も挿絵も全て一緒だぜ。で、読んだ感想どうだった？少年が虎に弱々しくもしっかりと立ち向かういいお話。パンケーキの焼き模様がちっちゃい虎みたいって、なるほどなーって思った。私もそう思うぜ。けど、この絵本が様々な人に見られるようになると、ここから目次2つ目。絶版までの歴史。まずは、アフリカ系アメリカ人公民権運動。社会の授業みたい。絶対習ってるぜ。キング牧師って有名だろう。すごい、知ってる私。もちろん他の人も貢献した。この公民権運動でやっと人種差別に対して、みんなちゃんと考えるようになったんだ。するとそれまで愛されていた絵本ちびくろさんぼに批判が集まった。どういうところに？ファッション。お父さんとサンボのファッションを見てみよう。どうだ？お父さんは特に派手かな。でもアフリカ系アメリカ人はこんな格好をするストップだぜ。それはステレオタイプなんだ。ステレオタイプ？言っちゃえば、偏見だ。日本人はメガネで出っ歯で目が細いと昔の海外では思われていたが、街を歩けば全員が全員そうなわけはなくて、それぞれアイデンティティがあり、それを誇りに思っている人もいれば、コンプレックスに感じている人もいる。ちょっと何言ってるかわからない。みんな違ってみんないい。なるほど。ステレオタイプをアフリカ系アメリカ人に当てはめると、派手なファッション、唇が厚ぼったいなどなど、日本人には馴染みが薄いと思うが、スイカが大好きとか、全部ステレオタイプ。なんでさっきから黒人って言わないの？使ってもいいが、ビジネスではアメリカ生まれの黒人に対してはアフリカ系アメリカ人と言った方がいいぜ。ただ望ましいのは肌の色で区別するんでなく個人を見ることだ。脱線しちゃったな。緩和9代。公民権運動で自粛を求められたちびくろさんぼは、その後書店などで姿を消したが、注文すれば購入できるようなレベルだ。なるほど。これはアメリカとイギリスの話であって、日本ではないぜ。影響を受けるんだね。そもそも肌の色で差別するという概念がない日本で、急にちびくろさんぼは差別だとワシントンポストに言われたんだ。アメリカの新聞ね。で、当時岩波書店が発行していたちびくろさんぼは絶版となる。補足入れて。1899年、ヘレン・バンナーマンの友人が絵本をイギリスの出版社に持って行き、著作権の登録をせず、どんどん売れてしまった。気づけばアメリカで海賊版が出回っており、日本でも絵などを改訂され、刊行されている。問題になったのは、改訂された絵で、このような感じだ。ミスターポポ。ああ、その通り。我々日本人からしたら、特に違和感がないんだ。けど海外じゃ差別だって言われて、色を変えさせられたりしただろう。真っ青だったもんね。そういうわけで、1988年に絶版となるんだ。で、ここからが目次3つ目だぜ。差別用語規制。結構思いついちゃうね。まずなんで規制するかわかるか？差別される側が聞くと嫌だから。正解だぜ。
まずあらゆる差別をなくせるように、聞いた本人が不快にならないように言い換えなければならない。これは1970年代から意識が変わってきたんだ。日本でだぜ。文学作品では、ピノキオ。上記に引用を貼るぜ。要するに、ピノキオ、で差別用語が問題になったんだね。そうだぜ。聞いて不快になるんだから、ちゃんと是正しないといけない。他の分野でもそうだ。特にメディア、テレビでの差別用語はどんどん見直されていく。言ってしまったら即座に謝罪の時代が近づいてくる。この渦中にちびくろサンボがあったんだ。そして1980年代、1990年代となると、差別に対して敏感になっていた日本人は、あれ、ちょっとやりすぎじゃねってなるんだ。やりすぎ？例えば長野オリンピック開催の前に、ちびくろサンボを持っていたら破棄するように公的機関が介入してきたんだ。あ、長野市でな。これに対して市民はそこまでするのと感じただろうし、公的機関が介入することは検閲行為に他ならない。となった。そして2000年代。ここからが目次4つ目。ちびくろサンボの復刊だ。結局復刊したんだね。2005年、先ほど日本でのちびくろサンボを例として表紙を載せたが、あれは復刊されたもので随運社で出版されたんだ。随運社は差別の意図はないと判断。そして復刊したと述べている。また色々言われるんじゃないの？今回は全くないそうだ。じゃあ70年代のあれは何だったんだってなると思う。何だったの？おそらく、当時は意識改革で敏感になり始めており、何か題材があれば飛びつくような時代だったんじゃないかと私は推測するぜ。もちろん、アメリカの新聞に非難されたことがきっかけでな。さて、最後。差別問題について。やっと最後だね。10分じゃ本当は短いんだけどな。2000年が過ぎ、2010年から現在まで、特に何が日本で〇〇差別って聞くと思う？日本だけじゃないけど、男女差別や LGBT 問題かな。この問題を話すのは勇気がいる。マリサちゃんの、ちょっといいとこ見てみたい？いいとこでもなんでもないが、まず童話を読んでいて、男性はまあそういう話だもんな。で終わるかもしれないけど、女性は女の子、ひどく扱われすぎじゃねって思うことが多々。確かに。もちろん、男も痛い目に遭ってたりするが、女の子の方が断然多いぜ。そこで1980年代、大阪の堺市女性団体連絡協議会がちびくろサンボの影響を受け、白雪姫、醜いアヒルの子、などを改訂するよう出版社に求めたんだ。白雪姫？なんで？白い肌が美しい、が黒人差別と女性差別につながるんだ。醜いアヒルの子は美しいことが善という見方ができ、これも女性差別につながるんだ。気持ちわかるけど、そういう話だしね。そういう人たちが反対して、結局改定は行われなかったぜ。あとよく話題に上がる女性優先車両は？どっちの意見もわかる。それしか言えない。マリサちゃんの、ちょっといいとこ見てみたい？痴漢する奴が悪い。けど男性全員が痴漢をするわけじゃない。ほいでほいで？けど痴漢の被害に遭い、心に傷を負った人が安心できるスペースが必要だと思う。かといって、このままエスカレートして完全に区別、または隔離となると、いわゆるアパルトヘイトになる。アパルトヘイト？写真で見たことあるかもしれないが、バスの後ろの席は黒人、前は白人が乗らなければならなかった時代がある。へえ。その第一歩が女性優先車両だという人もいる。しかし先ほど言った被害に遭った女性に対して、安心できるスペースを提供することは必要だ。ラッシュアワー時に女性優先車両だけがラーキじゃないか、という人もいるが、その気持ちもわかる。どっちも気持ちがわかるから最初にそう言ったんだ。つまり、差別はダメ絶対だ。もう時間ない。締めてレイム。皆さん、マリサを許してやってください。え、